こんにちは、アンナスです。今日は、タオルハンカチとかハンカチ系のものに刺繍したいって、思う場合があると思うんですけど、タオルとかだとあんまりちょっと刺繍できないんですよね。で、ハンカチだと刺繍しやすいんですけど、しにくいハンカチもあるので、なんかそのあたりの素材とか選び方とかの説明をちょっとしようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではちょっといろいろ過去に刺繍したものをお見せしながら説明したいと思います。だいたいハンカチですね。ハンカチとタオルに分かれると思うんですけど、これは刺繍まだしてないんですけど、タオルって言ってもちょっと違うな。なんかタオルっていうとこうほわほわしたタオル生地のね、一般的なやつありますよね。それはちょっと難しいです。毛足があるので、そもそもチャコペーパーで図案が写らない。で、スマプリって言ってシール状になっている図案を写すものがあるんですけど、そういうのを使ったとしてもちょっと難しい。で、実際に私はもうタオルにはもう無理だなと思って諦めて刺繍は一回もしたことがないんですけど、タオルに刺繍をされた方曰く大変だったともう毛足をどっちに寝かせるかみたいなところから始まるので、もう諦めましょう。もしくはワッペンとかを作って、それから別の布ゼッケンみたいな感じで刺繍しておいたものを貼るとか、そういう感じでタオルにはもう対応していただくといいと思います。で、たまにこれ刺繍できそうだなと思って買ってきたんですけど、ここが普通の綿素材というか、普通にこうなっているので、ここの部分に何か刺繍入れようかなと思ってます。こういうのがあれば、たまにねあるんですよね。そういうのがあればそれで刺繍はできるんですけど、なんか普段から雑貨屋さんとかに行った時にちょっと刺繍できそうだなっていうものを普段から探しておくっていうのは大事かもしれないですね。で、ハンカチです。ハンカチはいろいろあります。綿のものとかリネンとかで、最近はやっぱりすぐ乾くリネンとかが多いですね。これマーガレット・ハウエルの、これ昔 YouTube でライブでやったやつですね。で、図案は毎月の刺繍にあるんですけど、バスケットの刺繍がここに入ってて、やっぱ接着芯入れてます。接着芯入れないともう無理です。刺繍へにゃへにゃになってできないです。なので、接着芯の入れ方は過去の動画を見ていただいて、でどういう風にこう接着芯を当てて刺繍するかっていうのは見ていただくことにして、で、これ無印ですね。多分もう忘れましたけどで、こういうの大体こうハンカチってこう大判になってて、1枚が割とペラペラ、別にリネンでもないんですけど、割とペラペラの素材のものっていうのが多いので、そういうものに関してはやっぱりさっきと一緒で接着芯を後ろに当てて刺繍して終わったらカットしてますね。っていうのがだいたいこれ可愛いなと思ってパッて買ったらそうなりますね。で、これはリネンなんですけど、結構目が詰まってるのと、リネンっていうのは最初に糊が効いてる場合が多いんですね。なんかこれ接着芯貼ってないんですけど、もうこれだいぶ触りまくってヨレヨレにはなってきてるんですけど、この図案は今毎月の刺繍に置いてあります。で、接着芯貼らなくても大丈夫でした。貼りがあって刺す時はすごいパリッとしてて刺しやすかったので、もう接着芯貼らずに普通に図案写してチャコペーパーで刺繍してました。これもともと刺繍キットになってたもので、もう今販売してないので毎月の刺繍の方に図案があるんですけど、これは良かったです。で、これも入れてないですね。あと刺繍が文字だからっていうのもあると思います。すごく薄いものでもサテンステッチの細かい図案とかだとなんか布がキュッてなったりとか、
ちょっと刺しにくいっていう場合があるんで接着芯必要なんですけど、これは結構硬いんですよね。リネンでもお手拭きナフキンキッチンで使うディッシュクロスみたいな、そういうちょっとしっかりめのリネンとかだと、やっぱり最初買った時は糊が効いてパリッとしてるんで、もう普通にサクサク刺繍できました。ただたまにその目が粗いものがあったりするので、そういうものはちょっと避けた方がいいかなと思います。でもその布にどうしても刺繍したいっていう場合は接着芯を裏に当てていただくか、そのシール状になっているスマプリっていうのを使ってシールここペタッと貼って刺繍して、で終わったらネットで溶かすっていう、スマプリの使い方も過去に動画でやってるんで、そちらを見ていただくっていう感じで、ハンカチに刺繍は後処理しなくていいので、後処理っていうのはそのブローチに仕立てたりとかポーチにとか巾着にしなくてもいいので、もう刺繍終わったらアイロンかけて終わりでできるんで、結構初心者の方にはハンカチおすすめです。タオルはできれば避けてもらえたらいいかなと思います。片面だけガーゼで裏がふわふわになってるやつとかだとスマプリで刺繍できるので、そういうのは大丈夫です。という感じで、普段から刺繍できそうな素材をちょっとこういろんなお店に行った時にこう見ながらお買い物するっていうのもいいんじゃないかなと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。